今回の動画でご紹介する内容は、運営開発側が想定していない可能性があります。ただしバグを利用したグリッチではない。ゲームの仕様を利用しています。あまりよく思わない方もいらっしゃるかもしれませんので、ご視聴の際はご注意ください。またご紹介する狩りの仕方を他社へ強要することなどないよう、ご配慮のほど、ご理解ください。それでは本編に参ります。今回は現在流行りのシルバーナッポ狩りについてです。特に解説するのは亡国の交渉自由探索でのシルバーナッポを落下させる狩り法です。シルバーナッポはレベル60から現在上限の70まで上げるのに非常に効率が良い狩りの対象です。倒すと適正レベルで約6万から7万の経験値、レベル60でオレンジ色ネームでも約3万4000くらいもらえます。効率よく倒せれば他のレベリングよりはるかに素早くレベルを上げられます。ですがこの狩りの方法は一つのゾーン。他のゲームでいうチャンネルでやり方を知っている人が多くないと難しいです。シルバーナッポを最効率で倒してレベリングするためにもいくつか注意点もあるのでご紹介していきます。それでは早速見ていきたいところですが、まず最初に通常はどうやってシルバーナッポを倒すかについてですが、本来ならダメージが1しか通らないので多段ヒットする攻撃を使うと思います。弓の新スキルであるサジタリウスや杖のライトニングとフォローバレット、各クラスの設置型の継続攻撃スキルなどですね。よくチェーンを稼げるような多段ヒットする攻撃をみんなで使ってシルバーナッポを倒すのが通常の狩り方です。ですが今回メインとなる亡国での狩りはこれら多段ヒットする攻撃は厳禁です。ではどうやって倒すのかというと、シルバーナッポを落下で即死させます。この狩りの要はヘビスマッシャーが使える弾のダストボルテックスです。シルバーナッポをエリア外へと道連れにするのが定番です。結構単純に見えますがやり方を知っていないとスムーズに落下させることができませんので解説していきます。加えて弾以外の人の協力も必要不可欠なので他クラスの人はどうすればよいかも説明します。まず狩りの場所ですが、亡国の交渉自由探索の左様にあるボスエリア手前の道から少し戻ったところまでです。実際にはこの区間を往復しながら接敵したエネミーをなるべく素早く倒してシルバーナッポを浮かせるのを繰り返します。プレイヤーを湧いてきたシルバーナッポをエリアむき出しの小道からエリア外へ持って行き倒します。比較して安定させて落とすポイントは全部で4箇所です。上の小道に1つ、折り返しの真ん中の小道に2つ、下の小道に1つ、計4箇所見つけました。他にもあるかもしれませんが、今回はこの4箇所をご紹介します。まず上の小道から、ここは柵が坂になっているところで、右側から左側へ登るようにしてからエリア外へ落とします。ではスローでもう一度。次に折り返しの真ん中の小道、折り返すところの岩がある場所です。ここは柵がないので分かりやすいですね。たまに外側の段差に引っかかることがあります。そういう時は弓の上派生などでうまく弾き出すと落とせます。次も真ん中の小道2つ目で柵の坂を登って落とすやり方です。先ほど説明した別の小道と同様に右から左へ登るように落とします。4つ目は下の小道です。結構下側まで引き寄せてから柵のない場所でエリア外へ落とします。落とす場所は主にこの4つが定番でした。
弾のダストボルテックスはこれらを参考にエリア外へ引き連れて落とします。この時、ちゃんと自分の経験値が入手できますので安心してください。またこれは今すぐパーティーを使用していないソロでも経験値をもらえますが、今すぐパーティーを使用した方が効率が良いですし、他の人と共有で経験値をもらえるので、今すぐパーティーを利用しない選択肢は基本ないです。ちなみにですがパーティーのリーダーに割り振られた際は、6人マックスになるまでもしくは欠員が出たら、今すぐパーティーを手動でそのストーンにしてください。月に弾以外の他のクラスの人はその感動すれば良いかについてです。ゲームの使用上、1回でもダメージを与えていると、パーティーを組んでいなくても共有で経験値とドロップが入手できます。そのため一度は必ずシルバーナットに触れてください。そして現在発生しているエネミーに多段ヒットさせる攻撃で、エネミーがフリーズする問題があるので、一度攻撃を与えたらあとは弾のダストボルテックスを見守ることになります。その間もシルバーナット以外の敵の置き潰しをして、連続でシルバーナットを置かせるようにします。弾の人が無事に落下ポイントまで運べたら、最後にエネミーを押し出す攻撃でエリア外への落下を補助します。仮に弾の人が誰もいない時は全員で協力して押し出すことになります。この場合は比較して時間がかかってしまいますね。次に各クラスで押し出せる攻撃手段についてご紹介します。いわゆるノックバック、敵を後退させられる攻撃についてです。縦の人は横派生と縦キャンセルを使うとやりやすいです。シールドダッシュもうまくやると運べそうではあります。斧の人は横派生で押し出せます。クリムゾンブローもノックバックが大きいですね。弓の人は上派生の土属性破裂攻撃が有効です。エネミーの少し手前の地面に撃つと移動させれます。杖の人はアイスシャードで大きく後退させれます。威力が高く調整されたので、これ一つで通常秋の敵も楽に倒せます。弾の人は複数人いるとダストボルテックスを1人ずつ順番に使用した方が良いです。ちなみに通常1段目で敵を押し出す補助もできます。槍の人はトルネードスピンを短く押せば、最後の投げ払いで吹き飛ばせます。弾がいない時は上派生の通常攻撃だけでも結構ノックバックします。これら以外にもまだまだ各クラスで押し出す方法があるとは思いますが、一部を抜粋してご紹介しました。少し本筋から外れた余談ですが、これら押し出し攻撃はバインドの拘束状態で従来のように動かなくなります。どうやら引き寄せる攻撃と押し出す攻撃で区別されて、バインドで襲撃できるか判断されているようでした。つまり普段のミッション等ではバインド状態の敵にこれら押し出し攻撃をして散らばす心配はありません。そのためバインド中は引き寄せ攻撃だけが襲撃できます。バインドの良い点だけをちゃんと残してくれて良い調整でしたね。最後にどうしてもエリアに人が足りなかったり、エネミーが固まってしまう場合の最終手段をご紹介します。それは一度アステルリーズ等の完全に安全な街エリアをワープしてから再度同じ場所まで戻ってくる方法です。ゲームの仕様では他 MMO ゲームのようなチャンネルはなく、任意でチャンネルを選択するといったことはできません。ですがゾーンと呼ばれる実質チャンネルの役割を持った空間は、アステルリーズ等の街へ戻ることで切り替えることができます。ただしプレイヤーのアクティブ人数などで、そのエリアのゾーンが現在いくつ存在するかは、なかなかわかりづらいので運要素もあります。ちなみに白く光っているアイテムは確定で再度置き直します。このゾーンの切り替えは特定のネームドボスを素早く繰り返し倒したい際にも使えるので、リリースからプレイしている人は結構多用していると思います。バトルイマジン集めは時間が緩和されたので、限界突破のためにやる人は増えたんでしょうかね。個人的には未だあまりやる気が起きなかったりします。以上今回の動画の内容はここまでです。どうですかね、皆さんレベリングしていますか？もう最近の原神とかのゲームはレベリング自体ほとんど合ってないようなものが増えてきましたね。メイプルなんかもかなり前から一気にレベルが上がるようになったりしていると見たことがあります。レベリングについてどう思いますか？ぜひともご感想などコメントで教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。